はい、どうもこんにちは、けんゆうです。本日はですね、9月の17日なんですけれども、約1年前に植えたですね、パイナップルの成長の様子を、見ていきたいと思います。はい。で、非常に大きくなったんですけれども、こちらですね。はい。非常に大きくなりました。ちょっとカメラをね、近づけていきたいと思います。はい、このような感じになっております。品種がですね、ゴールドバレルという品種ですね。10号鉢だったかな、に植えてます。で、めちゃくちゃちっちゃかったんですけれども、かなりですね、成長してきて、この成長点の方からですね、葉っぱがどんどん展開していくっていう感じになってます。で、葉っぱの長さも非常に大きくなっておりまして、だいたい40センチぐらいかな、45センチぐらいかな、そのくらいの長さになってます。かなり大きいです。はい。こんな感じですね。ちょっと今畑の中で撮影しているので、蚊が多いのとですね、周りが草だらけで、少し見栄えが悪いんですけれども、こんな感じになってます。はい。で、また管理方法とかもですね、詳しく話していきたいと思います。よいしょ。大きくなっております。これがだいたいですね、植え付けから今9ヶ月くらいかな、9ヶ月くらい経っております。で、沖縄で栽培しているんですけれども、僕ですね、植え付け直後だいたい2週間くらいはですね、きちんと水かけをしていたんですけれども、あとは放置ですね。で、パイナップル実はですね、あまり強い直射日光も必要ないんですけれども、ずっと路地に置いてました。はい。でずっと路地に置いていたので、葉焼けか何かちょっと微妙なんですけれども、ところどころですね、葉っぱが非常に赤くなってるんですね。はい、こんな感じで、おそらくこれはですね、太陽の光が強すぎて、こういった生理的反応がね、葉っぱに出ていると思います。でもしくは、ゴールドバレルっていう品種なんですけれども、この品種の特性なのかもしれないです。で、ここら辺はですね、ぜひ、このチャンネルパイナップル農家さん結構見られてると思うので、ぜひ教えてください。はい。あまり嘘をつくとですね、怒られるので、ぜひね、こういう現象で赤くなってるんじゃないかっていうのを教えていただけると非常に嬉しいです。はい。管理方法なんですけれども、本来はですね、きちんと、3万から4万ルクス程度の環境で、栽培することが、大事です。で、今夏のですね、こういった、日中はですね10万ルクスくらいあって、このパイナップルの栽培上ですね、非常に良くないです。あまり強すぎる日光は求めていないので、で、日陰とかにですね、半日陰になる状況に持っていった方が本来はいいです。で、僕はですね、もう植えっぱなしっていう状況で放置していたんですけれども、冠水もですね、実は鉢はね、やった方がいいんですけれども、僕の性格上できなかったです。はい、そのままにしてました。で、畑に小屋があるんですけれども、その小屋の横にですねずっと置いて、毎日ですね眺めてはいたんですけれども、あまり枯れる要素もですねなかったので、そのまま自然にですね育てていたんですけれども、こんな感じですね。で、肥料はですね植え付けの時に、牛糞をね巻いたと思うんですけれども、この牛糞1回のみです。で、他はやってません。で、本来であれば3ヶ月に1回とかきちんとですね、施肥、すべきだと思います。有機肥料とかね、そういった化学肥料使いたくないよっていう人はですね、例えば油かすとかですね、牛糞堆肥とか、バーク堆肥でもいいと思います。あと腐葉土とかね、きちんと入れてあげるっていうことがね大事かなと思います。はい。そんな感じですね。今回はですね、前回の動画の続きなんですけれども、前回の動画の方にたくさんのコメントをいただきましたので、ぜひですね今回紹介、させてもらって、少し回答も、していきたいと思います。コメントしてくださった方々ありがとうございます。一つ一つね、全部配信、返信ね、させてもらっております。はい。これからもね、たくさんいいねボタンとか押していただけると嬉しいです。はい。頼みます。はい。皆さんにかかってるんで、はい。このチャンネルの存続は皆さんのいいねボタンの押す回数にかかってるんで、よろしくお願いします。はい。一つずつですね、読み上げていきたいと思います。小島理恵子さんかな。こんにちは。いつも楽しく、見させていただいてます。石垣島のパイナップル、今年で3年目、なんですけれども、葉っぱの先が茶色になってしまいます。何かの病気でしょうか。植え替えのサインなんでしょうか。ちょっと画面が落ちたな植え替えのサインなんでしょうか。
2回目のチャレンジなので今度こそ3年目で実ってもらえるように大切に育ててきました。アドバイスいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。ということなんですけれども、葉っぱが茶色くなるのはですね、どういった茶色かにもよるんだけれども、肥料切れとかね、水切れの心配はあまりないと思うんだけれども、おそらくね、窒素とかが足りてなくて、だんだん葉っぱがですね、なんだろうな、葉緑素が抜けていって、白くなっていくとかですね、マグネシウムが抜けて白くなっていくとかで、その影響でちょっと若干茶色っぽくなっていくとかね、そういったこともあると思います。はい。非培管理ですね、ちょっとやってみて、もしかしたらうちらみたいにですね、この強すぎる、遮光をしていないところでやるとですね、こういう風に赤茶色くなっていくような感じもありますね。はい。ちょっと折れてしまったな。でパイナップルはですね、水がなくてもそこそこ育つ、植物、果実なんですけれども、十分ですね作ろうと思えば、やっぱり灌水は必要です。あと温度も大事ですね。はい、温度も非常に大事です。で15度を下回るとですね、やっぱり、枯れてくる、というですね、灌漑に当たるので、そこら辺の温度管理も大事です。冬室内に、入れたりですね、寒くならない場所に置いたりですねしてください。ありがとうございます。次、紀藤和美さん、ありがとうございます。ケンユーさんの解説が理論的で分かりやすいです。とんでもないです。3年目のパインを栽培中ですが、そろそろ花芽が出るのではと期待してます。今は葉の数が30枚ぐらいなので楽しみに待ちますということで、これ何枚ぐらいなんだろうな。結構いってますね。はい。結構いってますね。はい。こういうのね、大体、葉っぱの数とかね、フィボナッチ数列っていうね、ちょっとそういった数学的な言葉があるんですけれども、そういった枚数に従うんですよ。なのでね、そのフィボナッチ数列を追いかけていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、自然的に生き残ってきた植物ってね、自然的に生き残ってきた意味があるんですよね。で、やっぱり光合成をきちんとうまくやるために葉っぱの配列とかをですね、やっぱ最適化されてるんですね。でこの最適化された中でですね、フィボナッチ数列っていうのがよく見られるんですけれども、そういった葉っぱの枚数にね従ってると思います。はい。で一枚一枚出てくるのは違かったらごめんなさい。はい、ちょっと適当に言ってます。ごめんなさい。はい。次、招き猫さん、宮崎さんから来ました。根出しのために水耕栽培してます。根が出たら、土に植え替えますが、その時に枯れてる葉があれば取った方がいいんですか？植える前に酸性の土を好むことを知れてよかったです。再生栽培楽しみですということなんですけれども、枯れてる葉っぱはですね、積極的に排除してもいいです。枯れてる葉っぱはですね、もう光合成をした後にですね、このでんぷんとかを、いろんなところに転流する役割があるんですけれども、そういった能力が落ちてます。はい。寿命と思ってね取ってしまってもいいです。ちょっと待ってくださいね。なんか鳴ってるな。めっちゃ噛まれてるな。めっちゃ噛まれてる。で、再生栽培なんですけれども、やっぱりパイナップルはですね、酸性の土を好むので、そういう風にねブレンドしてください。でもしねブレンドが億劫だよとかですね、難しそうだなっていう方は、ブルーベリーの土っていうのが売ってあるので、それを買ってねやってください。で pH でいうとだいたい 4.5 から 5.5 くらいにですね、調整できたらいいと思います。はい。鈴木京子さん、宮崎さんから来ました。大輔さんから結構ね来てくれてるんですよね。大輔さんもありがとうございます。去年の6月から2株パイナップルを育てています。1株には脇芽が出てきて、2株とも順調です。成長が楽しみですということなんですけれども、僕もね2株やったんですけれどもね、1株実は枯れてしまいました。はい。非常に残念なお知らせなんですけれども、植え付けてからですね、大体3日ぐらいかなでもうすぐ枯れました。で、原因はですね根腐れなんですけれども、実はパイナップル前回僕説明でですね、この缶が、とかを外した後、水につけておくと根が出ますっていう風な、お話をさせてもらったんですけれども、実はあれですね、日陰に置いて1週間くらい置いてですね、根っこが出てくるのを待った方がいいです。で、パイナップルっていうのはですね、光合成の仕組みがですね、キャム型の弁形層型有機酸代謝っていう方法でですね、いろいろサボテンみたいに代謝活動しているので、ある程度ですね水分に、置いておかなくてもですね生きられます。でその方がですね実は心地がいいっていうことがあります。はい。なのでそういう風に、してみてください。何がいいかな。僕もね今実は今読んでるんですよ。ごめんなさい。準備してこいやって話なんですけれどもね。
ピュアビレッジユミさんですね。パイナップルのヘタをポコッと外しましたが、下についている果肉はそのままでいいのでしょうか、それとも、果肉を切り取った方がいいのでしょうか、ということなんですけれども、これおそらくですね、カンガを取った時にこのカンガを取ったところの、果肉っていうことですね。これ取った方がいいのかっていうことなんですけれども、これね取ってあげてください。はい。でやっぱりね腐敗すると水が汚れるので果肉はですね取ってください。立花さん、いや勉強になるわ、ありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。次、毒のこれは旅人さん、毒の旅人さんかな、ちょっと読みにくいな。毒の旅人さんでいいのかなありがとうございます。育てているパイナップルですが、最近葉の色が赤っぽくなってきました。枯れてきたのでしょうか。枯れたにしては色が綺麗な気がするので、そのような品種なのかなと思っていますが、判断できません。また調子が悪いようなら今後のケアも含めて教えていただければ幸いです。よろしくお願いしますということなんですけれども、僕と同じ症状ですね日に当たりすぎなんじゃないですかね。はい。でこれはね、プロ農家の回答を待ちましょう。これはね、パイナップルを実際に現場で育てている人のですね、意見も待ちつつですね、少し、見ていきたいと思います。で近くにですね、島袋さんっていって結構物知り熱帯果汁栽培、プロ栽培者さんがいるんで、ちょっと後で聞いてきます。はい人の手を借りるチャンネルなので、はい。サバカンさん、ありがとうございます。福岡ですがパイナップル再生栽培1年目です。酸性土壌がいいのは知りませんでした。土植え替えの時には土のブレンドをパクらせてもらいますね。はい、ぜひ土のブレンドね、パクって、そのまま放置してもこういう感じになるので、いいと思います。はい。次。ゆかさんですね、大輔さんのチャンネルから来ました。ありがとうございます。ケンユーさんの話し方分かりやすくて早速チャンネル登録しました。ありがとうございます。解除してませんよね。解除してませんよね。はい。質問なんですが、食べたパイナップルのクラウンを植えて3年ちょっと、千葉県なので、冬は部屋の中で越冬し実がつきました。お、すごいですね。が収穫時期が全く見当がつきません。家の中で越冬したので2月初めに花が咲き実がなってます。現在直径8センチくらいの実の、高さが10センチくらいです。どうなったら収穫したらいいでしょうか。蜂がいたちょっと足長鉢がごめんなさい、足長鉢が危険な色があったんでごめんなさい。ちょっとこれ僕刺されないよな。まあなんか悪さしなければ襲ってこないので大丈夫です。でちょっとねまあ3年生のパイン、ということですね。花が、咲いて果実になって収穫できる時期ということなんですけれども、一般的には花が咲いてからですね収穫までだいたい4ヶ月から5ヶ月程度だと言われております。もしかしたら今9月なのでもう先月あたりにですね収穫できているのかなと思います。はい、わかんないんですけれども、もしね収穫、されてたら、ご連絡いただけると僕がね喜ぶっていうことになってます。はい。で千葉県の気温の関係で成長がね遅い場合もあるんですけれども、だいたいね7月か8月ぐらいが狙い目だと思います。で品種によってもですね奥手と、早生って、早い品種と遅い品種があるんですけれども、収穫できるのであれば、5月からですね、だいたい今ぐらいがもう最後かな。9月か10月ぐらいが最後だと思います。この辺を狙ってください。でパイナップルはですねあと下の方からお尻の方からですね徐々に熟していくっていう特性があって、これ追熟しません。はい、収穫した時にですね糖度が変わってきます。で収穫した後ですね 2,3 日置いた方が僕はですね、風味の乗りが良くなるっていう風に感じる性格なんですけれども、なんかこう科学的にはですね、収穫した時がそれでも決まるっていうことなので、だいたい8割ぐらいですね、家の中でやってたらもう木の上完熟でいいと思うんですけれども、10割程度狙ってですねこう収穫していったらいいんじゃないかなと思います。はい。品種わかんないんですけれども、だいたいですねこう赤くなってくると思うので、オレンジ色ですねなってくると思うので、下からどんどんオレンジ色になってくると思うので、その時のタイミング狙ってください。はい、次3ヶ月前にコメントもらってますね。ケンジさん、松並健二さんかな。石垣島にはよく行ってました。これから先の季節はパイナップルがとても美味しいので、大阪に買って帰ります。とても美味しいパイナップルができるの、ですから石垣島は酸性、土壌なんですかね。はい、パイナップル作ってるところは、そうです。現在スナックパインを水につけてます。そろそろ1ヶ月になりますがまだ根が出てきません。もう少し我慢ですかねっていうことなんですけれども、すみません、水につけずに日陰で乾燥ですね。ごめんなさい。はい、僕の説明が、前回間違ってました。訂正させていただきます。はい、次ですね。
これはわしみさんかな、花の絵が、すごく可愛いですけれども、こんばんは。もし挑戦するとしたら、岐阜県では無理でしょうか、ということなんですけれども、路地ではね冬越冬が難しいですけれども、室内に入れればね大丈夫だと思います。はい。太らせやもっちゃんさん、自分も栽培しようとしてますがまだ植え替えてないです。植え替えてください。はいコメントありがとうございます。はい。次、ももえちゃんさん、この動画を見る1ヶ月前に、パイナップル植えにトライしていました。水耕栽培で、根を出すことを知らずに直接地に突っ込んで消失してしまいました。腐れて、地に帰っていったんだと思います。もう一回トライします。ありがとうございますということなんですけれども、循環ですね。ありがとうございます分解されて土に帰っていったはいこちこちさん、根っこが1ヶ月経っても出てきません、ということなんですけれども、温度にもよりますね。いつ抜いて、いつね乾燥させるかにもよるんですけれども、夏だとねだいたい、日陰に置いていたらですね、1ヶ月あったら出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、株のね、生育状況とかにもよると思います。葉っぱの枚数とかですね、もしかしたら成長点とか葉っぱが落とされている株だったのかもしれません。それでも根っこ出てくると思うんですけれども、何個かやってください。はい、サクサクさん、D 宮崎さんから来ました。パイナップル買ってきます。はい、いってらっしゃい。ありがとうございます。竹の上陽子さん、ありがとうございます。私のパイナップルはもう花が咲きそうです。今日はセリを植えます。はい、植え付け頑張ってくださいあとコメントありがとうございます、はい、こういうねコメント好きなんですよね。近況報告というか今日やることを報告してくれる人もね、やっぱりYouTube っていうのはですね、見てくださってる人がいると、チャンネル登録者数とかね、数字に出る部分もあるんですけれども、その裏側にですね情報をキャッチしてくれる人がいる、受け手がいるっていうことを思うとですね、やっぱりこういったコメント、とのコミュニケーション、その人たちとのコミュニケーションもね大事にして、いこうかなという感じで、今年からですね、この夏から、運営をですねやっていこうかなと思っております。皆さんもですねコメント、普段からしてくださってる方も非常にありがとうございます。励みになっております。はいはい、でこのパイナップルはですねゴールドバレルという品種で、もしかしたら3年くらいですね、収穫までかかるのかなと言われているんですけれども、僕はこの後ですね完熟の牛糞堆肥をここに入れて、で、水かけはですね、僕はこれはねもう本当に1回もやってないんですけれども、そのままになると思います。僕の性格上ですね、そういうことになると思います。牛糞堆肥をまいて、そしてちょっと半日陰のところにね、移そうと思います。やっぱり葉っぱがね痛々しい、感じになってきているので、これからね新しい新芽が出てくるので、そいつらにはねいい環境で育ってもらおうかなと思ってます。はい、ということで、再生栽培パイナップルを植え付けから、だいたい9ヶ月、経過した、状況をお話しさせていただきました。参考になったらですね幸いです。ということで最後までチャンネル見ていただきましてありがとうございます。あとですねパイナップルの、生理生態とかですね、構造の話とか、パイナップルってどういう果物なんだ、どっから来たのかとかですね、こういったことを詳しくお話しさせてもらっている動画があります。ぜひ左側に出ていると思うので、そちらの動画もね合わせて見てみてください。ということで最後までありがとうございます。あと、いいねボタンも押してください。いいねボタンの、個数に、僕の人生かかっているのでお願いします。ということで、最後まで見てくださってありがとうございます。バイバイ。